皆様、本日はこちらのレタス丸ごと1個を使ったやみつきレタス作っていきたいと思います。で、今回すっごい安くてレタス98円だったんですけれども、レタスとかってさ、結構丸のままで買って、サラダに使ったりはすると思うんだけど、中途半端に余っちゃうこととかもあると思うんですよ。で、今回丸ごと使うんだけども、少量余ったレタスとかがあった時にもおすすめのレシピなんですけれども、まずこちらお鍋にお水を4カップ分 800cc 入れてください。お水を入れて、でここにお酒を大さじ1杯、こちらのガラスープ、鶏ガラスープとかですね、こちらを小さじ2杯分入れます。はい、1杯にはならないけど3分の2ですね。でここに少しだけ生姜、これ小さじ2分の1ぐらいでいいです。こんなもんかな。はい。でこちらを火にかけておきます。こちらレタスで、一番外のね皮だけはちょっと汚れてるのもあるかもしれないんで捨てて、あとはこちらよく水洗いして適当な大きさにちぎってください。で結構大きめにちぎってくれて大丈夫です。ではレタスもほんともう適当にいきます。いいですね。でこの芯の部分だけはちょっと取り除いて、であとは本当にもう適当な大きさにカットするだけ。で今回は本当もう火はかけるけどさ、なんか野菜ってやっぱちょっと火を入れると栄養価が流れそうってイメージがあると思うんだけど、今回も丸ごと全部レタスの栄養が摂取できるのでおすすめ。 OK かな。もうこんなもんでいいかな。で水洗いもしてるんですけど、ちょっと不安だったらさらにこのカットした状態でも水洗いしてあげれば汚れは絶対落ちると思います。でこんな感じでもうちぎったレタスをあとは先ほどのスープにぶっ込むだけです。しかもでもさ、レタスってさ、本当にさ、丸ごと1個の方が安くなってること多いじゃん、少量より。でそうやって買っちゃうと絶対余るからさ、余るね。いう時にもいいですし、今回はもうガチのダイエットにおすすめだね、本当にあっさりで結構ね量はあるんで、葉っぱの量はね、だからもうそれなりにねお腹にもたまるし、で今回これ単体で食べようと思うんだけど、結構濃い味付けの料理とかのスープとして使ってくれても美味しいと思います。で見た目もね綺麗な緑でおしゃれ、清涼感がある感じで、これが沸騰したらレタス入れますね。あ、そうだ、でもこの前に最初にちょっとだけお塩少量です。はい、これくらい入れとけば大丈夫ですね。小さじ2分の1ぐらいでいいかな。ではこんな感じでしっかり沸騰してからレタスを入れていくんだけど、で今回レタスだけで作るし、それでも十分美味しいんだけど、そこはね最後皆さんお好みでキノコ類入れても美味しいし、ちょっと鶏肉とか入れても美味しいし、卵溶いても美味しいので皆さんお任せでね、もうちょっと具材足しても大丈夫です。じゃあレタス入れていきます。はい、もう全部入れちゃいます。こっから秒です本当に。でも蓋とかもしなくていいからね。山盛りのレタスを入れて、でレタスもね基本的には全部水分なんでかさが減るので、はい、であとはレタスがちょっとこのかさが減って馴染めば完成です。目安は再沸騰したらって感じだよね。ちょっとねやっぱレタスたくさん入るんでだいぶ温度が一気に下がると思うんで、じゃあこれくらいねまたしっかりとグツグツと煮立ってきたら、ここにちょっと火は弱めて香りがね飛ばないようにごま油を大さじ1杯、お好み量、たっぷりの方が美味しいと思いますの黒胡椒、でごま油と黒胡椒を足して混ぜた後に再度味見してみてください。で結構ね薄味ではあるんだけど、それでもいいよって方はその状態で、僕たちもうちょっと濃い方がいいかなと思ったんで、一応最後ここにガラスープを小さじ1杯ほど追加してください。で合計だったら大さじ1杯ですね。今回再度味見してみてちょうどいい濃さになったら完成です。ではこちらでぶっ込むだけで簡単やみつきレタス完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきまいただきます。じゃあとりあえず乾杯を。乾杯。うまっ。で今回一応見栄えよく大皿に盛ってるんですけど、皆さんはね個別にね、こうやって入れてあげた方がスープも一緒に簡単にね、食べられると思うんで、そっちの方がおすすめかなと。いいですか。じゃあ行こう。今日めっちゃ簡単だったから。めちゃくちゃ楽しみ。じゃあいただきます。はーい。マジで好き。できます。皆さんにねお伝えしてるかわかんないですけど、僕生のレタスめちゃくちゃ苦手なんですよ。どちらかといえばこれはもう大好き。あ、うまい。やっぱりねこれね鶏ガラスープの味ももちろんなんだけど、ごま油と黒胡椒だねがめっちゃいい仕事してる。いくらでも食べられる。あとシャキシャキのこのちょうどいいくたっててるけどシャキシャキのこの感じがカニレタスチャーハンみたいな、そうだね、ああいう感じでめっちゃうまいです。本当でもうまい。生野菜が苦手な方とかも全然食べやすいと思うから、もう普通に一人丸ごと食べられる、だってもうないもんね。だってまあやっぱりダイエットしてる方にもすごいおすすめだと思う。うまっ。いやこれ丸ごと2個でも全然食べられるぐらい超無限に食べられる。一番最初にさ、居酒屋さんとかでさキャベツのお通し出るじゃん、あれのレタスバージョンの強化バージョンみたいな。僕これ普通にお通し出されたらめっちゃ嬉しい。ちょっとスープ飲んでいいですか。じゃあね、スープまで楽しめるということでいただきますね。まあ本当スープにもうレタスの栄養素全部染み出てると思うんでそうだね、スープまでいってください。はい、じゃあちょっといただきます。優しい。うわこれ朝食でもいいね、飲んでる席でもいいと思ったけど二日酔いの後もいいと思うけど、朝これ超簡単だからさめっちゃいいね。もうなんかさ、なんか知らないけど一気に涼しくなったじゃん、これからの季節めっちゃいいと思う。めっちゃ最高。何よりマジで調理時間ほんと1分ぐらいじゃないかな。ガチで超美味しい。めっちゃ美味しい。最高でした。ということで本日はですね、ぶっ込むだけで本当に美味しい丸ごとやみつきレタスおこちゃんに作っていただいたんですけども、本当にね食べていただきたい。これはマジで驚くと思う。短時間でできたクオリティと思えないぐらいマジで無限に食べられるし本当に美味しいです。スープまで美味しくいただける。だからレタス丸ごとってさこんなに美味しく食べられるんだっていうぐらいちょっと僕も衝撃だもん。普通だったらやっぱ余っちゃうもんね。サラダとかに使っててもさ途中でやっぱりさなんつうんだろう、無機質じゃないけどさ淡白だからさ途中で飽きちゃうじゃん。そういうのが全くないんですよね。なのでもうめちゃくちゃ美味しいです。もうごま油と黒胡椒めっちゃ効いてる方が個人的にはおすすめです。だからそこら辺の分量皆さんのお好みだと思うんですけども、単品で食べる場合は鶏ガラスープの素は多めの方が個人的には味がしっかりしていいかなと。薄めの人はもうそこら辺はもう調整だね、味見してみてっていう感じがいいと思いました。はい、ということでどうだったこちら。めっちゃ美味しかった。でも本当にダイエットにいいと思うから、まあ今回レタスだけだったけどさ、その糖質を抑えめの食材を追加して、まあキノコだったり鶏肉だったり、それもこれだけで本当仕上がる料理になると思うので、ぜひぜひやってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。